皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今週も1週間お疲れ様でした。今年も残すところあとわずかですね。そして、いよいよ新しい1年が近づいてきましたが、皆さん、大掃除は終わっていますか？私はまだ始めてもいません。でも、いよいよ大掃除の時が来たなという感じで意気込んでいます。そして皆さんは年末はどう過ごされていますか？私は年末まで仕事があるので、それを終わらせてからゆっくりしようと考えています。本編に入る前に、皆さんに心からお礼を言わせてください。最近 YouTube や Buy Me a Coffee というプラットフォームを通じて、この活動を応援してくださる方がとても増えています。そしてそれをとても嬉しく思っています。皆さん本当にありがとうございます。とても嬉しいです。いつも皆さんの温かいサポートが私の力に、励みになっています。そしてこれからも一緒に楽しく日本語を学んでいきましょう。さて、今日はもう少しで2025年が終わるので、日本のお正月文化についてお話ししていきます。日本ではお正月をどう迎えるのか、そして新しい一年に向けた抱負について深掘りしていきたいと思います。それでは皆さん、今日もコーヒーや紅茶を片手にお正月の文化の話をしていきましょう。それでは、乾杯！さて、本日もいろいろメモをしてきたので iPad を見ながらお話ししていきたいと思います。なので、まず、日本では新しい一年が始まる最初の3日間を三が日と呼び、その3日間をとても大切にします。そして、ここからはお正月に欠かせないキーワードを実際のイメージが湧くように詳しく説明しますね。まず、おせち料理です。皆さん、おせち料理はご存知ですか？おせち料理は新年の神様へのお供え物でもあり、家族の幸せを願う特別な料理です。なので、お正月の日に家族と一緒に食べることが多いです。で、イメージとしては、宝石箱のような重箱という木の箱の中に色とりどりの料理がきれいに並べられています。で、前は、家族で作ることも多かったんですが、かなり大変なので、近年ではデパートや、あとは料亭やレストランから注文して家で食べる家庭も増えてきています。で、実際私の家族もデパートやレストランから注文して、毎年違うおせちを食べて、これが美味しいとかいう話をよくしています。そしておせち料理は一つ一つの料理に意味が込められていて、それが20種類から30種類詰められています。なので、例えばエビは腰が曲がるまで長生きできるようにという願いであったり、他にも黒豆という黒い豆ですね。は、豆に元気に働けるようにという願いが込められています。おせち料理はとても見た目が華やかなので、お正月のおめでたい雰囲気を感じさせてくれます。私もお正月といえばおせち料理を思い浮かべるので、毎年何が食べれるか楽しみにしています。次、お正月にはお餅もたくさん食べます。そこで、私も今日お餅を持ってきたので皆さんに紹介させてください。これですね。今年は馬年
なので、馬が上に乗っています。で、これは鏡餅と言って、お餅が重なっていて、玄関とかに置いて福を呼び込むという役目があります。なので、これは小さいんですが、これよりもっともっと大きい鏡餅を置く家庭も多いです。可愛くないですか？これはお家に飾っています。そして、なぜお餅と思った方もいると思うので、説明すると、お餅は長く伸びる性質があるので、命を長く伸ばす、長生きできるようにという意味があります。で、私が個人的に一番好きな楽しみ方は、お雑煮という温かいスープに入れてお餅を食べる方法です。で、このお雑煮は地域によって味が違うんですが、お醤油や味噌のスープの中に焼いたお餅や野菜を入れる感じです。で、もうイメージしてほしいんですけど、寒い冬の朝、湯気が立ってるお雑煮を食べると、体の中がもう本当にお正月って感じになります。そしてすごく温かい気持ちになるので、私はお雑煮も毎年お正月に必ず食べています。そして、これからは、イベントの話になるんですが、我々は初詣というイベントがあります。で、これ、皆さんにちょっとお伝えしないといけないんですが、私は実は初詣に今まで一度も行ったことがありません。で、これから理由を説明したいと思います。理由というか言い訳に近いと思いますが、まず新年になって初めて神社やお寺にお参りに行くことを初詣と言います。で、もちろん私も神社やお寺にお参りに行ったことはあるんですが、新年に行ったことはないんですね。で、基本朝早く初詣に行くのが定番なんですね。なので、私はすごく早起きが苦手なのも理由で初詣に行ったことがないです。あと、すごく混んでいます。で、人混みと朝早いのが苦手なので、初詣に行ったことがありません。そしてこれからも、行かないかなと思いますが、一回は行ってみたいですね。で、イメージとしては、冷たくて澄んだ冬の空気の中、たくさんの人が、冷えないように暖かいコートを着て列に並びます。そして神社やお寺にある大きな鈴を鳴らして手を合わせて今年もいい一年になりますようにと願いを込めてお祈りします。で、参拝の後に温かい甘酒という飲み物を飲んだり、おみくじを引いて一年の運勢を占ったりするのも日本のお正月らしい風景です。なので、皆さんももしお正月の時に日本にいる場合はぜひ初詣にチャレンジしてみてください。私の分までお願いします。そしてもう一つ、お正月といえば私は初夢を思い浮かべるんですが、初夢が何かというと、1月1日の夜から2日の朝にかけて見る夢を初夢と言います。で、すごく不思議なんですが、日本では昔からいい初夢のシンボルとして、一富士、富士山ですね。で、二鷹、鷹、鳥の鷹ですね。そして三なすび、ナス、お野菜のナスですね。という言葉があって、富士山、鷹、そしてナスが夢に出てくると、その一年は最高にハッピーになれると言われています。
なので、日本人の皆さんは結構初夢を気にして、朝起きた時に家族や友達に初夢何見たって結構気にして聞く人もいます。で、私は、うん、去年も一昨年も夢を見なかった気がします。なので、何にも覚えてないです。基本夢をあんまり覚えていないので、あの、周りの人に初夢なんだったっていつも聞くんですけど、聞かれるとちょっと、覚えてないとか、何にも見てないっていうので、残念がられます。そして、この文化は結構海外の文化とも似ているかなと思うんですが、新しい年を迎える準備として、多くの日本の人が行うのが、抱負を立てることです。で、抱負とは、今年これを頑張るぞという新年の決意や目標のことです。で、英語では New Year's Resolution というんですが、同じコンセプトですね。で、一年の始まりに、まっさらな気持ちで自分の未来をデザインする。とても前向きな習慣です。で、皆さん、来年の抱負はもう決まっていますか？すごい気になるんですが、私はこのチャンネルで皆さんと一緒により心地のいい日本語コミュニティを作っていくことが目標です。で、せっかく立てた目標を忘れないために、私がおすすめしているのがスケジュール帳を使うことです。で、スケジュール帳とは、まあ結構使ってる方も多いとは思うんですが、スケジュールや日記を書くノートのことです。で、日本では年末、特に年末とか12月になると、もうお店にずらっと何百種類、何十種類もの手帳やスケジュール帳が並びます。で、もう新しいスケジュール帳の何も書かれていないページを開く時のワクワク感がすごい好きです。で、特にお気に入りのペンとかで自分の抱負をスケジュール帳のどこかに書き込むと、すごいやる気が出る気がします。で、一日の終わりであったり始まりに、私はルーティンとしてスケジュール帳を開いて、自分と向き合う大切な時間として意識しています。さて、今日は日本のお正月の文化から抱負の大切さ、そしてスケジュール帳の紹介までお届けしました。新しい一年をどんな年にしたいか、ゆっくり考える時間はとても贅沢で大切な時間だと思います。皆さんの素敵な抱負をコメントで読めるのをとても楽しみにしています。今年始めたばかりですが、ミュウの日本語カフェをいつも応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんにとって新しい一年が素晴らしいものになるよう願っています。それではまた来週ミュウの日本語カフェでお会いしましょう。今日もありがとうございました。またねー。